こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回はスクラッチ言語入門第4回タイマーを使用した時間の測定についてお送りします。この動画の内容はタイマーを使用した時間の測定、このプログラムに関わる変数について、調べるブロック、経過時間を測定する演算ブロックについて解説していきます。それでは今から作るミニゲームについて、解説します。この猫と、風船ですね。で、猫を右矢印で動かして風船に当てます。それまでの時間を、測定する、プログラムを書いていきますけども、これをやってみましょう。まずグリーンフラッグでスタート。右矢印で動かしていきます。で、こう連打して、これで消えた時の時間ですね。これが、経過時間として表示されるという、簡単な、プログラムですね。これを作成していきましょう。それでは初期画面を設定していきましょう。まず、前の画面が残っていたら新規で前の画面を消してください。そして、この猫をここからスタートさせてこの辺りまで持ってくるということですね。それでもう一つスプライトを追加します。スプライトの追加。そして今回はバルーンを使います。で、バルーンがこの辺りに、設定していきます。それで、あとは猫がここに行ってここでぶつかったら、消えるというような形に、やっていきたいと思います。それから時間を計るんで、時間を入れる変数を用意しておきます。変数というのは値を入れる箱ですね。それを用意して、あらかじめ用意しておきます。変数を作成するボタンで、まずは開始時刻ですね。開始、時刻。では、今設定するとですね、開始時刻が、ここに表示されてますね。で、ここが、変数のところにですね、開始時刻というのが表示されていることがわかります。同じような形で変数を作りましょう。これで終了時刻ですね。ここを、終了時刻で、ここで今終了時刻が作られました。もう一つ作りましょうか。経過時間ということで、経過時間で OK。で、この3つの変数を使って、その時間を測っていくということになります。変数は名前のついたデータの入れ物と考えてください。例えば左の図で A と名前のついた箱に100を入れる。B と名前のついた箱に200を入れる。このような形でデータを入れれば、後のプログラムでこの変数を参照できます。また変数には数値だけでなく文字も入れることができます。数値を入れた場合 A と B を出して C に入れるといった演算を行うことができます。また文字列については、字の結合などの操作を行うこともできます。変数を作るには、カテゴリーの中の変数を選択し、変数を作るボタンを押します。そうすると新しい変数ボックスが表示され、新しい変数名を指定します。そして OK を押せば変数が作成されます。変数作成時に下に、すべてのスプライト用と、このスプライトのみのオプションが表示されます。
すべてのスプライト用を選択した場合、他のスプライトや背景に書かれたプログラムと変数の内容を共有することができます。例えば猫のスプライトで変数 A に3を入れるとボールのスプライトでも変数 A の内容を参照できます。ボールのスプライトでこの変数 A に A プラス5を代入すると猫のスプライトではボールで変更された A の内容8を参照することができます。このように互いのスプライトで変数を共有できる方法がすべてのスプライト用の設定となります。このスプライトのみの設定を選択すると各スプライトや背景で変数を共有することができません。例えば猫で3を A に代入した時ボールでは変数 A を参照することはできません。参照しようとするとエラーが起こります。またボールで変数 A を作成し A に5を入れたとしても猫のスプライトからは変更された A の内容は反映されません。あくまで独立に変数を使用することになります。次に変数ブロックの種類について説明します。変数が作成されると例えば、変数 A を0にする、A を1ずつ変える、A を表示する、A を隠す、といったブロックが追加され、変数を作るの下に変数名が表示されます。変数名横のチェックマークはステージに変数を表示するかしないかを指定します。A を0にするは、数 A に0を代入することです。A を1ずつ変えるは、現在の A の値に1を加えたものを新しい変数 A の内容とすることを意味します。次にやりたいことはですね、この猫をこういう形で、風船までですね、動かす操作です。これは右矢印で動かしていきます。で、まず猫の初期位置を、例えばこの位置にしたいとしたらですね、そこにまず設定しないといけないですね。一回こういう風な形で、ゲームが終了したら、終わりの位置がここになってしまいますよね。そこからスタートをするというのは不適当ですので、この位置に戻してやらないといけないということになります。したがって、スタートボタン、このグリーンフラッグが押された時の操作をまず書いていく必要が出てきます。で、これが押された時ですね、この猫の位置っていうのを設定してやります。で、ここで、動きのところで X 座標、Y 座標を設定するブロックがありますので、これをここにひっつけてます。で、ここの位置ですね、例えばこれがこう動いてやって、ここでグリーンフラッグを押すと初期位置に戻りますね。まずこの、操作が必要になってきます。そして、猫を動かすにはキーを感知するということで、スペースキーですねが押されたときをここに持ってきて、ここで、右向きですね、が押されたときで、その時に猫を動かしていきます。ここで動きとしてジップを動かす。はい。すると今こういう形で、作成されました。じゃあこれを動かしてみましょう。じゃあグリーンフラッグが押された。そして右キーでこういう形で動きます。はい。こんな形ですね。で、もう一回やろうと思ったらここで戻るというような形です。先ほどの10歩歩くというのは、この座標系で言えば X 座標で10ほど右に移動することを言います。逆に左に移動したければマイナス10を入れます。それではこの猫が風船にこう触れた時の処理をですね書いていきましょう。じゃあ風船の方の
スプライトの方を選びます。そして今バルーンになってるんで風船にしましょうか。ここが、風船、スプライト名こういうふうに変更しました。じゃあ、今スプライトの風船が選ばれています。ここにコードを書いていきましょう。まずはイベントとして、グリーンフラッグが押されたとき、の表示にします。で、やりたいのは、猫が風船に触れたとき、風船を消すので、次のゲームでは風船が表示されてない状態にありますので、風船をまず表示する必要が出てきます。そしたら見た目の方ですね。見た目の方で下の方に行くと表示するというのがありますので、これをつけてやりましょう。そしてあとは、その触れたかどうかですね、を検知するブロックっていうのがあります。調べるというブロックですね。で、一番上のところですね、マウスポインターに触れたっていうのがありますので、これをちょっとここに出しておきましょうか。で、これを見ると、下のところに猫っていうのがありますよね。風船が猫に触れたかどうかっていうのをこのブロックで調べることができます。そしたら、もし何々かブロックっていうのがありますよね。制御のブロック。これで、ここにもし何々ならばというのがありますので、このブロックを使っていくということになります。で、もし猫に触れたらということですよね。風船を消す。そしたら、見た目を隠すにすればいいということですね。ここで隠すを入れてみましょう。そしたらこれをここにこういうふうに結合したら、グリーンフラグが押されたらまず風船を表示して猫に触れてないかを確認しますよね。で、触れていたら隠すっていうことでプログラムが終わってしまいますよね。これだったら1回しか、猫に触れたかどうかを調べていませんので、ずっと調べている状態にしないといけないということになりますので、制御ブロックでずっとブロックを使いましょう。このずっとブロックの中に今のこれですね、これを入れてやる。そしてこれを結合する。そうするとグリーンフラッグが押されて表示して、ずっとブロックで触れているかどうかを検知しながらここで動いているということですね。触れていないときは表示したまま、触れたら隠すになります。それではちょっとこれを実行してみましょう。すいません。ちょっとこう間違えましたね。ちょっとこれグリーンフラッグが押されてなかったですね。グリーンフラッグが押されて、こうですね。これで消えましたね。今回作るプログラムで調べるブロックを使います。調べるブロックの中のタイマー、これは時間を調べるのに使います。また、マウスのポインターに触れたブロックは猫とボールが接触したかを調べるために使用します。マウスポインターのオプションを表示すると、そのプログラムで使用しているスプライトがリスト表示されますので、そこで目的のスプライトを選択して使用します。
それでは経過時間を測定するプログラムを追加していきます。まず猫の方ですね。スタートのグリーンフラグが押されると開始時間を記録する必要があります。で、時間を調べるにはですね、タイマーという変数があります。ここで調べるというので、タイマーですね。これを使っていきます。で、これを使うんですけども、変数、開始時間にこれ入れ込む必要がありますので、変数のところを選んでやって、何々を0にするというのがありますので、これを合体させて、ここにタイマーの時間を入れてやります。で、これが、開始時間とします。そしたらこれを押されたらタイマー、に時間が入ってくるんですよね。そして、次に、これ触れたときに、終了時間を入れる必要がありますので、風船のとこですね。で、またタイマーを使いますね。これで。はい。で、そして、先ほどと同じように変数で、ここで時間ですね。これにタイマーを入れてやります。ちょっと拡大しますね。こういう形ですね。で、ここで、終了時間という形ですね。それで、ちょっとこっちの方で。次に、ちょっとこれをコピーしましょうか。複製して、この下に入れますね。で、経過時間ですね。経過時間は、ここ、タイマーじゃなくて、こちらの方ですね。これを開始、終了時間から開始時間を引き算してやる必要がありますので、この引き算のブロックですね。これをここに入れてやって、あとは変数ですね。変数の中の、終了時間をここに入れてやって、開始時間をで引いてやります。そうすると、これで、猫に触れたときに、このブロックを実行するようにしますね。そして、この状態だったら、ちょっと実行してみましょうかね。ちょっと不都合が出ると思うんですけども、まずは、スタートを押します。そして、ここに触れますよね。そうすると、また調べに行くというような形で、終了時間が変わってきたりしますので、念のためにここでプログラムを、触れたらもうここで止めるようにしたいと思います。そしたらここのイベントですね。イベントのところで、すべて止めるっていうブロックがあります。これを使いましょう。これをここに入れます。そうするとですね、ここで、今が、終了時間をタイマーに入れて、引き算して経過時間を、
表示、ここで、経過時間にこの3を入れてやって、プログラムを止めるっていうプログラムが、完成しました。はい。こちらは演算ブロックを表示しています。左に示すのが即演算のブロックです。左右に配置したパラメータに数値を入れると足し算、引き算、掛け算、割り算を計算することができます。基本的に2つのパラメータの演算ですので、複雑な計算はこのブロックを組み合わせることにより計算することができます。例えば右上の計算では、最初に100÷5のブロックを作成し、次に足し算ブロックを使用します。先ほど作った割り算ブロックを左のパラメータに入れ、右のパラメータに3を入れるといった手順を取ります。このように優先度が高いものを内側に低いものを外側に配置するのが原則となります。今回のミニゲームの内容をここに表示しておきます。このプログラムを見ながらプログラム作成の練習を行ってみてください。以上で今回の動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。